こんにちは、ゲーム翻訳おじさんです。前回に続き、パラノマサイトの英日比較をやっていきましょう。はい、いきなり面白ポイントです。ここは、陽子という女性が沖家翔吾に話しかけています。英語では、翔吾と呼び捨てですが、日本語では、沖家くんと呼びかけていますね。この直後にわかるのですが、この二人の男女はまだ出会って間もない段階で、沖家くんの方は彼女に魅力を感じていて、ちょっとした下心すら持っていますが、陽子の方はそういう風には考えておらず、ここで名字呼びすることで距離を感じさせています。英語はそもそも出会って3秒で即呼び捨てみたいな文化がありますから、ここで日本語の名字呼びに合わせてしまうと、それはそれで逆に不自然ということなんでしょう。日本の人間関係は遠いところから始まり、徐々に距離を縮めていくのに対し、英語ではいきなりファーストネームで呼ぶことで、見せかけだけでも距離が近いところから始め、その見せかけの距離に実際の距離を合わせるように縮めていく。こういった文化の違いが、たったこれだけのことに凝縮されているわけです。もうすでに面白いと思った方は、いいねボタンを押してください。はい、またすでに面白い。面白いの宝石箱です。見てください。陽子のセリフ。起きたかねと言っています。若い女性の口調にしては、と若干違和感があるような、そんな語尾です。陽子は不思議大好き女子なんですが、いわゆる不思議ちゃんのようなところがあって、それがこの起きたかねという口調に見事に集約しています。日本語のライティングが素晴らしいですね。それに負けず劣らず素晴らしいのがここの翻訳でして、Earth とですね、こちら地球より〇〇へと宇宙にいる誰かに無線で呼びかけるようなちょっとおどけた言い方をしているんですね。これは英語ではぼんやりしている上の空状態の人に対する呼びかけとして使われることがあって、ニュアンスとしては、おーい、聞いてるといった感じになります。起きたかねの翻訳として非常にうまいと思います。ここも同じですね。このゲームはキャラクターの個性の付け方が非常にうまくて、天然系である陽子の語彙は一般的にイメージされる若い女性の語彙とはかなり違っています。語彙というのはキャラクターを表現する手段でもあるんですね。ここでは勘の虫です。こんな言葉皆さん使いますか？最近ではほとんど使われない言葉ですし、特にこういう若い女性であればなおさらというイメージですね。これは主に乳幼児の感触などを指す言葉ですが、昔の人は体内にいる虫が悪さをしていると考えたんですね。英語ではここは humors となっていますね。これは最近はユーモアという意味で使われることが多く、sense of humor でユーモアのセンスという意味になります。ですが、ここでは違った意味で使われています。何かというと、体液という意味です。これは19世紀くらいまで西洋では四体液説というのが信じられていまして、体内の血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁という4つの体液のバランスが人の気質や体質に大きく影響すると考えられていました。その体液がオフバランス、つまりバランスが崩れているんじゃないかと陽子は言っているわけです。1、もうそういうことを言う、あるいは信じている人がほとんどいない。2、体内の何かが悪さをしている。という2つの点において、勘の虫と見事に合致している、見事なローカライズです。
ここで2人の出会いの経緯が語られます。日本語ではうろうろ、ペシペシといった擬音が使われていて、陽子の可愛らしさが表現されています。動物のオブジェをガンガンとかバシバシ叩いている人がいたら完全にやばい人ですが、このペシペシという擬音が入ることでなんだか可愛らしい感じがするという擬音というのは不思議なものですね。ここで対応する翻訳を見てみるとペットです。英語で叩く動作を表す動詞はスラップ、スワットなどがありますが、どちらも結構な痛みを伴う動作という感じで、親愛を示す叩く動作としては、肩をポンと叩く、pat someone on the shoulder のようなパッと、あるいはほっぺたをタプタプする、tap someone's cheek のようなタップ、タプタプだからタップ。はい、ダジャレではないですよ。などがありますが、ここではどちらかというと、日本語のなでなでに近いペットが使われていて、陽子の可愛らしさが表現されています。これはすごくさりげない形ではありますが、機械翻訳や AI 翻訳だったらこうはいかない人間ならではの翻訳の味が出ていると言えるでしょう。出ました。ダジャレです。下町と下心というそもそも翻訳自体難しそうな単語同士のダジャレで、僕だったらもう土下座して勘弁してくださいと言ってしまいたくなるような難易度の高いダジャレです。ゲーム開始からまだ5分も経っていないくらいなんですが、もう濃密すぎるくらいの濃い内容のオンパレードでした。このダジャレについては次回に続きます。